どうもチャンネルレトロキッズへようこそ。鉄尾キッズです。ついにこの時がやってまいりました。今回はプラモデル、しかも例のちょっとあれなこれじゃない系プラモデル代表、モビルフォースガンガル、しかも250分の1シリーズ全6種類コンプリート。もちろん全部作ります。それじゃあレトロキッズスタート。レトロキッズというわけで今回は丸井さんの250分の1スケールモビルフォースガンガル。さあこのガンガルって何っていうところなんですけれども、バンダイさんが出してるどこそこの白い悪魔のプラモデルありますよね。まあ当時はいろんなメーカーさんがそれっぽい、それみたいな、それ的なプラモデルをねいろいろ出してたんですよ。その筆頭がこのガンガルじゃないかなと思うんですよね。まあ少し名前は変えてあったんですけれども、ケロロ軍曹にも登場したんでね、一番有名なガンプラの偽物。でもまあガンガルなんでガンプラはガンプラか。さあこのガンガルのプラモデルなんですけれども、この250分の1スケールのものが全6種類、そしてこれよりもう少し大きなサイズ177分の1スケールっていうのが2種類出てるんですよね。そして今回はこの250分の1スケール全6種類を全て作っちゃいます。さあこちらがガンガルシリーズの主人公機モビルフォースガンガルです。まあアニメ化とかしてないんで主人公機とかないんですけどね、このガンガルとても有名なのでみんなの中にも多分イメージがあると思うんですけど、おそらくそのイメージよりもかなり小さいです。旧キットの144分の1例の白いやつと大体同じぐらいをイメージしている人が多いんじゃないでしょうか。その例の白いやつと並べるとこの大きさ、ちっちゃ。お父さんにこっち買ってきてって頼んだら間違えてこっち買ってきたみたいなエピソードとかよく聞くんですけど、逆によく間違えたね。大きさ全然違うじゃない。っていうか大きさだけじゃなくてよく見たらもう全然似てない。まずは顔なんですけど、ちょっと歌舞伎すぎじゃないですか。いや元の例の白いやつも歌舞伎がモチーフになってるみたいな話は聞いたことあるんですが、それにしても歌舞くなら歌舞伎通せと言わんばかりに歌舞いて歌舞いて、まあ顔はいいにしてもこの胸、これ蓄ビーム出ますよね。なぜパイオツを武器にしようと考えたんでしょうか。そしてお腹ケツですよね。そして腰にはなんかよくわかんない六芒星のチャンピオンベルト。いやもう似てないです。一つ一つ見たらもう全然似てない。でもなぜか全体のイメージでは似てるっていう気持ちにさせられる。なんかこの色合いとガンガルっていう名前で勝手に脳に補正がかかるんでしょうね。さあ続いて箱の裏を見てみましょう。裏側は組み立て説明図になっております。いや味わい深い。接着剤は使いません。全部はめ込みです。っていうか全部ひらがなです。そしてこのイラスト、ところどころ色にムラがあったりはみ出したりしてるのがいいですよね。っていうかこれラッションペンで塗ってない？ボデイの前とボデイの後ろ、腕はボデイをはめるときに一緒に挟むようです。続いてはこちら、量産型ズク。まあ量産型ってことでこれがたくさんいるんでしょうね。ちなみにこのズク177分の1スケールのシリーズでは強化改良型ズクというのがあります。赤いやつ、まあシャーズクですね。メインカメラはモノアイではなくてツインアイ、そして鼻のようなものがあって口元にはスリットが入ってて、まあ息ができるような感じにこれ人入ってるよね。そしておそらく唯一の武器は左手のドリル。ただ二の腕のディテールもしましまなのでどこまでがドリルなのか分かりにくい。そしてお腹には出ました六芒星。これこの世界で流行ってるんでしょうかね。敵も味方も六芒星。
そして胸と股間の部分にはまたスリットのようなものが入ってて、さらに胸の真ん中には穴も開いてますから、まあ通気性は良さそうですね。さあそんなズクも箱の裏を見てみましょう。こんな感じ。まあ組み立て方はドリルがついたぐらいでほぼガンガルと一緒ですね。ただズクこんなにどっしり体型なんだ。さあ続いては旧型ゲルグ。まあ旧型と言われてもそもそも現行のゲルグがわからない。まあゲルグっていう名前からするとゲルググ的なポジションなんでしょうね。ロボットなんですが結構鳥っぽい顔をしてますね。ゲルググも割と鳥っぽい顔をしてるんですが、ゲルグに関してはもうくちばしがあります。ロボなんですが泣いたり喋ったりするんでしょうかね。鼻の穴もあります。まあゲルググも鼻の穴ありますけどね。逆に鼻の穴があるっていうこと以外にゲルググとの共通点がありません。戦闘用ってバッチリ書いてるんですが何の武器もない。ちょっとかわいそうな気もしますね。裏側はこんな感じっていうか、ボディの下に車輪がついたりして、これ基本が飛行形態ですね。耳を取ってウィングを引っ込めて立たしておくとロボットにチェンジする。ゲルグまさかの可変機。そしてロボットに変形するのに耳を取る理由がわからない。いやロボットの時も耳あるよね。っていうかそれ耳だったの？いやガンダムシリーズでも角みたいなの生えてるけど、あれ一応ブレードアンテナってことになってるんだけど、ゲルグに関してはこれ角でもなくて耳でいいのね。やっぱり耳って書いてるよね。で背中のはウイングって書いてるんだけど、足に生えてるのはヒレでいいのね。尾翼とかでもないのね。もうヒレなのね。さあ次です。もうこの辺りからえらいことになってきますよ。続いてのモビルフォースはジドム。まあ名前の響きやボディのカラーリングからしてドム的なポジションだと思うんですが、こちらいや怪獣。もうドムに似てるとか似てないとかじゃない、怪獣。なんか黒いアーマーの裏を赤にしたりしてちょっとドムっぽさを演出しようとしてんだけど、無理。地上戦闘よって、そりゃそうでしょうよ。尻尾あんのに。それではこちらも裏の説明図を見ていきましょう。こちら。はい。まあパーツ数は少ないながらも腕や足が稼働して多少のポージングはつけられそうですね。それに非常に単純なモナカキットなんでとても作りやすいんじゃないかなとは思う。いやそんな話どうでもいいわ。なぜこの形状でドムに寄せようと思った？いやもう絶対メカゴジラの方が寄せやすいよね。さあ続いてズゴックみたいなところでザイック。いやもうなんかごめんなさい、よくわかんないです。普通にサイだもん。いや怪獣もあれっちゃあれだったけどまだわかるよ。ちびっ子たちは喜びそうだもん。サイはどうなの？ちびっ子好きなの？サイ響きももうあんまり似てない。ズゴックザイクもうリズムだけ。そんな自信満々な顔してもダメ。そして裏側の組み立て説明図はこんな感じ。モビルフォースザイクとか言ってももう前足後ろ足って言っちゃってるもんね。サイだよね。最後はこちら。モビルフォースアッカム。何？犬？ヒョウ？もうアッカムって響きもグフに寄せる気ないじゃん。いやさ、本当にいけると思った？コックピットの感じとかね、頑張ろうとしたんだよね。いい？この顔とこの顔ね、色を寄せたりとかもうそういう話じゃないのよ。ズクとは違うのだよ、ズクとは。いや見たらわかるよ。それ全然違うよ、ズクとは。ていうかもうズクともザクともグフとも違うよ。はい、そして組み立て説明図。前足後ろ足尻尾。いやもう犬だよ。ガンガル、ズク、ゲルグ、ジドム、ザイック、アッカム、丸井さんの250分の1モビルフォースガンガルシリーズ全6種でございます。一つ分かったことがあります。この頃の丸井さんハートが強い。特に下段の3つ。もうザイックに関しては本物のカニの方がズゴックに近いんじゃないかな。
それじゃあいよいよ全部作っていきましょう。それではまずはガンガルから開けていきましょう。まあさすがにこの当時でこのサイズのものなんでね、成型色は白一色だとは思いますが、オープン。まさかのピンク一色。まさかのですね。これは全塗装前提なのかっていうか、もうそもそも色に興味ないのか。校舎っぽい。一応説明書に接着剤は使いませんと書いておりますので、そのままはめ込んで組んでいきます。一応組むことはできますね。はい、こんな感じ。まあはめ込み式で一応組むことはできるんですが、もう隙間も空くしグラグラなんで、やっぱりこれは一つ一つパーツを接着していこうと思います。にしてもガンガルこれだよね。おじさん？口周り青ひげのおじさんにしか見えない。しかしなんだろう、見れば見るほど愛着が湧いてくる。不思議だ。なかなか見ないよね、この穴のずれ。しょうがないんでね、ピンは切り飛ばしたりしてちょっと調整していきます。さあパーツを接着しました。あとは接着剤が乾燥したらヤスリをかけて合わせ目消しです。ただ接着剤が乾くには時間がかかるので次のを作っていきましょう。さあ続いてズクを作っていきましょう。ズクの成型色は何色でしょうか。もうねガンガルがピンク色だったんでね、何色でも驚かないんですけれども、いや意外とちゃんとザク色。逆に裏切られるパターン。うわここのしましまの部分合わせ目消し大変そうだ。なんか後頭部だけ見るとフリーザ第一形態っぽいね。さあこういった蛇腹部分のようなモールドは合わせ目消しでヤスリをかけてしまうとモールドが途切れてしまいますので、こういった目立てヤスリのようなもので、モールドを復活させといてあげます。先にそうしておくことによってヤスリをかけてもモールドのつながりが途切れません。さあズクも接着しました。こんな感じです。こんな感じですってもう箱絵とはだいぶ違うんですけどね。さあお次はゲルグいきましょう。さあ成型色青か。いやもうほんと関係ないんだな色。まあパーツ数としてはゲルグが一番多いかな。なんといっても可変機ですからね。車輪とかもありますから。そんでまだ組み立て前なんだけど、どう思う同じ感じには絶対なんないよね。飛行形態にするかロボットにするかちょっと迷うところ。まあとりあえず組んでいきます。さあ一応説明書通りに組んだつもりなんですが、合っているのかどうか非常に不安になるフォルム。いいんだよねこれでね。次です。ジドム。ジドムの成型色はどんな色かな。ドムっぽい紫ね。成型色の基準もう本当にさっぱりわかんないな。さあ組んでみました。いやメカゴジラだよね。組み上げてみたら箱絵以上にメカゴジラだった。全身のリベットといい、尻尾の感じといい、膝のトゲといい、このデザインが上がった時にドムに似てるな。よし名前はジドムにしようってなったんでしょうかね。いやちょっと待ってください。それドムっていうより完全にメカゴジ佐藤君。いいんだよ、部長がドムに似てるとおっしゃってるんだ。そんな。佐藤君、君の正義感は非常に立派だ。しかしね、我々は組織なんだよ。まあそんなやり取りがあったんでしょうか。
さあザイック行ってみましょう。よいしょ。あ、紫だ。いやザイックこれめちゃくちゃジドムに近いですよね。そしてそのジドムとザイックとガンガルはめちゃくちゃ違う。これおそらくなんですけど、もともと別のシリーズで出たキットだったんじゃないでしょうか。まああの頃は別のシリーズのキットを使い回すみたいなことは結構ありましたからね。まあその辺知ってるよっていう方はぜひコメント欄の方で教えてください。パーツは少ないんですぐ完成です。サイだけどかっこいいですよ。さあアッカム行きましょう。オープン。赤か。成型色絶対逆だと思うんだけどな。アッカムに関しては尻尾が別パーツになってる以外はまあほぼザイックと一緒ですね。さあアッカム組み立てました。いやパッケージのイラストよりもかなり動物感が強いですね。顔めっちゃ可愛い。犬かと思ったら猫科っぽい感じですね。ヒョウなのかなやっぱり。さあ6体とも作り終わりました。接着剤が乾燥したらヤスリがけをして塗装に入ろうと思います。さあヤスリがけの後サーフェイサーを吹きました。全体がグレー一色になりましたが、ここでするのが合わせ目消しや傷のチェックです。ちゃんと合わせ目消しができてそうでも角度を変えてみると、ほらちょっと線が浮き出てきます。こういうのに気づきやすいようにするために全体を一旦グレーにするんですね。さあこうしてサフを吹いてグレー一色にしてみると、もう1ミリもあの白いモビルスーツじゃないっていうね。特にこの色だともう奇抜な仏像ですよね。とりあえず6種類ともメインになるカラーを大まかにエアブラシで拭きました。こっからはマスキングをして細かく塗り分けていきます。さあ箱絵を参考に塗り分けようかと思ったんですが不可能ですね。形状が全然違いすぎます。膝アーマー丸なので裏の組み立て説明図の方を参考に塗っていきたいと思います。こちらはイラストはかなり大雑把なんですが、キットと同じような形状をしているので、まあ塗り分けの参考にはなるかなといったところです。マスキングってこういう幅の広いやつで一気にいきたくなっちゃうんですが、これは失敗のもと。特に塗り分けの境目になるような部分はまずはこういったかなり細いタイプのマスキングテープを使います。その方がこういった緩やかな曲線の部分もしっかりとマスキングテープがついてってくれます。さあ筆塗りでの細かい部分塗装を残しまして、ズクの塗り分けが終わりました。次のモビルフォースに行きましょう。さあ次はゲルグ行きましょう。ゲルグの塗り分けは割と単純なんでささっといっちゃいましょうね。さあゲルグも終わりました。次行きましょう。さあ次はジドム行きます。さあジドム終わりました。いやえらいことなってんな。次行きます。今度はザイック行きましょう。
さあザイックできました。まあ合ってるんだか合ってないんだか分かりませんが、次行きます。さあお次はアッカム行ってみましょう。さあアッカム終わりました。次行きます。さあガンガル行きましょう。まあガンガルが一番マスキングは大変でしょうね。特に顔なんかは形自体が箱絵と全く違うので、どう塗り分ければいいのか。角なかったらプリンスカメハメじゃない？さあガンガルも終わりました。ここからは筆塗りで部分塗装をして仕上げていきます。というわけで6体全てが完成しました。それでは完成写真をご覧ください。というわけで今回は250分の1ガンガルシリーズ全種類作ってみました。全部作ってる動画なかなかないと思いますんでね、ぜひじっくり見てください。ガンガルはねこち亀にも登場してたんですけれども、その時はこの箱絵に近い感じだったんですよね。まさか作ってみたらこんな感じだとは思わなかったですね。特にこのゲルグの顔の向き、この緩さこそが昭和。子供の頃はね、いやこれ違う、かっこ悪いって思ったのかもしれないですけれども、今見るとまあ可愛い。ぜひ皆さんも手にする機会があったら作ってみてください。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあみんな宿題やれよ。